いくら使っても途切れないお金。そんな大富豪の生活に憧れはありますか？遡ること54年前の1968年、舞台はイギリス・ロンドン。この地に世間の注目を集める絶世の美女がいたんです。その名はバーバラ・デイリー・ベイクランド。ニューヨークでモデルを務めた後、大富豪ブルックス・ベイクランドの妻となり、誰もが羨む生活を手にした女性。そしてバーバラにはその美貌を受け継いだ自慢の息子がいたんです。その名もアントニー・ベイクランド。母バーバラは息子アントニーに英才教育を施すためヨーロッパへ移住。各地の裕福層と交友を繰り返す日々を送っていたんです。しかし母バーバラの息子への愛情は歪んだ方向に向かいつつあったんです。なんと日夜繰り返されるその教育法は謹慎だったんです。息子を理想の男性へ育てるためちょめちょめを繰り返すバーバラ。彼女はなぜこのような気候に走ってしまったのか。実はバーバラを表変させたのは華々しい生活そのものだったんです。おざす、バットマン新宿東宝シネマズで見たいよ、ケンちゃんです。港区の女王、闇闇子です。いつからだよ。本日は息子を理想の男性に育てるためにちょめちょめを繰り返したちょめ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 のちょめちょめなんです。誰の話？息子にねちょめちょめを繰り返したバーバラ・ベイクランドなんです。どんだけ変態な男育てようとしてんだよ、この人。バーバラがねこんなとんでもない行動に走った理由は息子が抱えていたある問題を解決するためだったんです。だとしてもだけどな。そして禁断のねちょめちょめの先に待っていたのはさらなる悲劇のちょめちょめだったんです。禁断のセラピー。遡ること54年前の1968年、舞台はイギリス・ロンドン。この年、母バーバラは訳あって息子アントニーと共に二人暮らしを始めます。夫ブルックス・ベイクランドの浮気癖がひどく離婚せざるを得なかったんです。最低だな。一方、21歳を迎えていたアントニーはバーバラの血を引き、容姿端麗な美青年に育っていました。ただバーバラはそんな自慢の息子にある悩みを抱えていたんです。それはアントニーが同性愛者だったこと。アントニーは8歳の頃預けられていた寄宿学校にて男性教員から性的暴行を受けたことがありました。以来男性にしか恋愛感情を抱けず、バーバラはそのことをずっと気に病んでいたんです。そして母と息子の2人暮らしが始まったのをきっかけにアントニーに異性のことを好きにさせるバーバラの教育が始まりました。大変よね。そんな中ねバーバラはねなかなかにぶっ飛んだ方法でアントニーの同性愛を直そうとねしたんですよ。直すもんじゃないと思うんですけどね。アントニーの同性愛を直すためバーバラは一体どんな教育を行っていたのか。それは売春婦との性行為でした。来る日も来る日も売春婦を雇い息子のアントニーと寝床を共にさせるバーバラ。しかしどんな売春婦を何人当てがおうとアントニーが女性の体に興味を持つことはありませんでした。何をしても自分の思惑通りに反応してくれないアントニー。そんな息子を前にバーバラはとうとう禁断の思考へたどり着いてしまうんです。そんじょそこらの女じゃアントニーに異性の興味を持たせることはできない。ならどうすればいい？いるじゃないここに。誰もが興奮せざるを得ない絶世の美女が。そう、バーバラが思い立った考えとは息子とのちょめちょめだったんです。どうなの？想像もしたことないです。いやいや、無理よ。もうシンゴジラだし。シンゴジラ、あなたのお母様？こういう風なことが世界が広すぎて怒っちゃってるんですよ。バーバラは毎晩息子のアントニーとちょめちょめを繰り返す日々に浸っていくんです。ということはやはりアントニーは母親に性的興奮を覚えたのでしょうか。実はそうではないんです。バーバラはアントニーと体を交えるために大量の酒と違法薬物を彼に与えていました。教育の意味な。そうしてアントニーの意識が朦朧としているところ何度となく行為を繰り返していたんです。息子が自分の体に性的反応を示す様子を見たバーバラはそれが酒と違法薬物の効果であることも忘れ歓喜したんです。気持ち悪いな。私なら息子の異性の愛を目覚めさせることができる。バーバラはこの時47歳になっていたんですが息子との関係で女としての自信をすっかり取り戻すんです。そして周囲にも自慢げにこう言い回っていたというんです。私は毎晩息子と寝ているの。これは息子を治すためのセラピーよ。逆セラピー。それも自分に酔っちゃってんじゃない？彼女。息子がね自分にそういう風に思ってくれたことがねよほど嬉しかったんでしょうね。そしてねこの時のバーバラは通常ね母が息子に対して抱くはずのない感情をね持ってしまう。抱くはずのない感情。実はねその心理のことを心理学ではイオカステコンプレックスと言われている。というわけで本日のメトラキーワードイオカステコンプレックスについて。
イオカステーコンプレックスは1920年にスイスの精神分析家レイモンド・ソシール、このドの切り方でレイモンドじゃないんかいによって提唱された理論で、母親が息子に性的欲求を覚えることを指すんです。何らかの理由で夫との距離が離れてしまい、依存する相手が息子しかいなくなってしまった母親には、周りに息子を性の対象とみなすようになる人がいるんです。バーバラは夫と離婚し、息子のアントニーと二人暮らしを始めてからちょめちょめを繰り返すようになったんです。依存相手であった夫を失ったバーバラはアントニーを性の対象とみなすことで、その穴を埋めようとしていたんです。表向きはさ、息子の性癖直すためっていう正義みたいなの掲げちゃってるけど、結局自分の寂しさを紛らわすためだったってことじゃないこれ。まあそう考えるとね、同情やっぱできねえわ。できないわよ。ただね、このちょめちょめがもたらしたのは最悪の結末だったんです。セラピーが生んだ悪魔。母親に何度も関係を迫られ、周囲にもその関係を言いふらされる。20歳そこそこのアントニーにとって、そのストレスは耐え難いものがあったんです。俺は母親とやってるんだ。どう思う？俺はどうすればいい？大学の友人に涙ながらにそう漏らすこともあったというんです。離れて暮らす父ブルックスに相談をしようともしたんですが、厄介事に巻き込まれるのを嫌ったブルックスは応じようとせず、なんでやねん。こうしてアントニーは徐々にその精神を崩壊させていくんです。そして1972年11月17日、事態は最悪の結末へと発展していくんです。この日、近隣住民の通報を受け、警察がバーバラの自宅へと駆けつけました。自宅のドアを開けた警察の目に飛び込んできたのは、中華レストランへの出前の電話をかけるアントニーの姿。そしてそのそばに横たわっていたもの、それはバーバラの遺体だったんです。度重なる行為で完全に理性を失ってしまった息子アントニーは母親を包丁で刺殺し、その後何食わぬ顔で出前を取ろうとしたんです。実はこの事件が起こる数ヶ月前からアントニーの母バーバラに対する殺意は少しずつ顔を覗かせていたんです。包丁を握ってバーバラを追い回すこともあり、精神科医からもこのままだといつか間違いが起こってしまいかねないと診断を受けていたんです。しかしバーバラは自分の息子が精神病などと信じたくはありませんでした。そして入院を進める医師の言葉を無視した結果、悲劇の最後を迎えることになってしまったんです。あんたもさ、お願いだから、私をそういう目で見ないでくれる？見ねえわ。何はともあれね、バーバラはね、夫との離婚がね、きっかけだったんですよ。それでね、おかしくなっていっちゃったんですけど、さすがにちょっと異常すぎますよね。まあでも離婚する夫婦はよくいるじゃない。でもそこからさらに息子にそういう欲求を抱くようになるっていうのは聞かないわよ、普通。実はバーバラと夫ブルックスの間には単に離婚したでは片付けられないトラウマがあったんです。普通ではなかった。夢の生活。遡ること約100年前の1921年9月28日、アメリカマサチューセッツ州ケンブリッジにてバーバラは誕生しました。実のところバーバラが生まれたデイリー家は多額な借金を抱えており、その暮らしは非常に貧しいものだったんです。借金苦に疲れ果てた父はバーバラが11歳の頃に自殺。母親とバーバラの2人だけが取り残されたデイリー家は先行きの見えない中、どん底の生活へ叩き落とされてしまうんです。母ニーナは精神を著しく病んでおり、いつ亡き夫の後を追ってもおかしくないような状態にあったんです。ただそんな中でもバーバラは生来の貧しさを抜け出すことを諦めてはいませんでした。父が自宅のガレージで自殺した後、バーバラと母ニーナはニューヨークに拠点を移していました。実はこのニューヨークでバーバラが奇跡的な成り上がりを見せるんです。そう、バーバラは貧乏だったんですが、彼女には生まれ持った美貌がありました。ニューヨークに来るとその才能は見出され、バーバラはモデルとして一気に注目されていくんです。ファッション誌ボーグ、ハーパーズバザーなどで読者を魅了し、ニューヨークで最も美しい10人の女性にも選出。着実に積み上げた知名度から富裕層が出入りする社交界にも招かれるように、バーバラは持ち前の美貌で以前の貧乏暮らしなど想像もつかないような生活を手に入れてみせたんです。そしてここからバーバラは自分の人生をさらに押し上げるため、ある男性に近づいていくんです。私はこの美貌でセレブの仲間入りを果たしてみせた。でもまだまだこんなものじゃないわ。バーバラが見据えた先にはタキシードに身を包んだ一人の男の姿が。男の名はブルックス・ベイクランド。プラスチックの父と名高い発明家レオ・ベイクランドの孫で、祖父譲りの莫大な財産を引き継いだ男。純白のドレスに身を包んだバーバラは向かい合ったブルックスとキスを交わし、永遠の愛を誓い合う。そして1940年代に差し掛かった頃、二人は結婚。バーバラはセレブの仲間入りを果たしただけでは飽き足らず、こうして世界有数の大金持ちの地位をも手に入れてしまった。私がどうやってブルックスを射止めてみせたか、ちょっとだけズルをしたのよ。バーバラはブルックスとの結婚を決めるため、とある嘘をついた。ねえブルックス、私妊娠したみたい。
こうしてバーバラのサクセスストーリーはその飽くなき野心とともに最高潮を迎えたのだ。いやもうバーバラとブルックスの結婚生活はバーバラの嘘から始まったってことでしょこれ。まあ言い続ければね、現実化するみたいなことの悪い例ですよね。そう。まあそんな風にね、バーバラの言葉もね、現実のものになってしまっていくんです。1946年8月28日、バーバラとブルックスの間にアントニー・ベイクランドが誕生。一家はこのタイミングでアントニーの生育環境を整えるべくヨーロッパへ移住。その暮らしぶりは豪華そのもの。パリ、ロンドン、スイス、スペインと別荘を転々としながら一家は各地の富裕層と社交界に明け暮れる生活を送るんです。なるほどね。だからバーバラがブルックスと結婚してさ、その地位を手に入れるまでは相当なんか苦悩というか悩みとかがあったと。だからこそここで離婚ってなるとかなりバーバラにとっては辛いってことね。まあところがですね、バーバラは離婚そのものに対してだけトラウマを抱いていたわけじゃなくてですね、まあ離婚前のね、結婚生活そのものに対してもトラウマがあったんです。結婚して大富豪となり最愛の息子も手に入れたバーバラの人生は文字通り幸せの絶頂を迎えていました。しかしそんな生活はすぐにほころびを見せるんです。社交界に夢中になっていたバーバラとブルックスは幼い息子アントニーの子守を次第に煩わしく感じるようになったんです。だったら産むなよ最初からもう。そのためアントニーはまだ年派もいかない頃から両親の手を離れ寄宿学校へ預けられることに。ここでアントニーから目を離したことがバーバラの理想の生活が崩れ始めるきっかけとなるんです。母親譲りの美しい見た目をしていたアントニーは寄宿学校の大人たちから性的な目で見られることが多々あったんです。そして8歳の頃アントニーは男性教員から性的暴行を受け、以来男性しか愛せなくなってしまうんです。そこから年を重ねていくにつれ男性しか愛せないアントニーの性癖は周囲にも広く知られることに。この事実を受けて気が気ではなかったのがバーバラ。アントニー、あなたはなぜ男の人とばかり付き合おうとするの？おめえのせいだよもう。バーバラはやっとの思いで手に入れた自慢の息子が同性愛者になったという予想外の出来事を受け入れられずにいたんです。バーバラの同性愛への拒絶反応は相当なものでした。アントニーとそのボーイフレンドを引き離そうとするあまり警察沙汰になるほどの騒動に発展したことも。実はこの騒動をきっかけにアントニーも反省し、一度はガールフレンドを作ろうとしたんです。恋愛対象ってさ、もう人それぞれいろんな価値観あるからさ、頭ごなしにそれを批判されるのって、しかも親にね批判されたらそりゃ相当辛いわよ。でもこれ彼女を作ろうとしてたんだからできたんじゃないの？いい方向に行かなかったのこれ？実はね、このアントニーが彼女を作ろうとしたことがね、さらに事態を泥沼化させていったんです。アントニーがガールフレンドを作ろうとしたことにバーバラは大層喜んでいました。しかしここでバーバラが抱えていたもう一つの悩みが絡んでくるんです。その悩みとは夫ブルックスの浮気癖。さっさと別れろもう。ブルックスは社交界で知り合った若い娘とたびたび浮気に走り、バーバラを何度となく悲しませていたんです。息子が同性愛者という事実と相まってバーバラは自殺未遂を繰り返すほどに消耗していたんです。そんな折、息子アントニーがバーバラの思いを汲み、女性を愛する努力をしようとしてくれた。バーバラにとってこの出来事は何よりの救いとなるはずだったんです。ところがアントニーのその思いは思わぬ形でバーバラを追い詰めるんです。アントニーがガールフレンドのシルビーを自宅に連れてきたその日のこと、なんとバーバラの夫ブルックスがシルビーに肉体関係を迫ったんです。こうして母の期待に応えようとしたアントニーの行動はブルックスによって無残にも打ち砕かれることに。同時に止まることのない浮気癖で息子の彼女にまで手を出そうとした夫ブルックスに絶望したバーバラはまたしても自殺未遂。友人がバーバラを引き止めたことで事態は収束したんですが、もはやブルックスとバーバラの離婚は免れられませんでした。バーバラが必死で手に入れたはずだった夢の生活、その実情は思惑通りにならない息子と夫の裏切りに次ぐ裏切りに消耗していく日々。夫との関係に大きなトラウマを背負い、残されたのは息子アントニーとの暮らしだけ。救いようのないそんな状況がバーバラの息子に対する異常な依存心を呼び起こすことになったんです。男を見る上で、収入っていうのはぶっちゃけも経済的に安定した暮らしするためには見るところだとは思うんだけど、そこだけで見ちゃうとね、痛い目見るわよこれ。そもそもね、ブルックスはね、家自体がね、裕福だったんですしね。ともあれバーバラは息子のね、アントニーと一緒に暮らして、アントニーに殺されてしまったんです。実はその後、アントニー自身も悲しい結末を迎えるんです。責任能力。母親を殺したアントニーはその後逮捕されたものの刑務所には入れられませんでした。彼はバーバラとの行為で精神を大きく患っており、責任能力がないと判断されたんです。結局アントニーは療養も兼ねて精神病院に収容されることに。そして収容から8年経った1980年のこと、病状の回復具合も良かったアントニーは親族の働きかけにより社会復帰を果たすことになるんです。アントニーはこの時33歳。やり直そうと思えばいくらでもやり直しの効く年齢でした。もう両親とのしがらみもなくなったアン
ントニーはきっと真っ当に生きていってくれる。多くの人がそう思っていた矢先のこと。精神病院を出た6日後、彼は同居していた祖母を殺そうとしたんです。アントニーの病気は治っていませんでした。再び逮捕された彼は今度こそ刑務所送りになります。そして刑務所に収容されたアントニーはここでもまた驚くべき行動に出るんです。それは独房での自殺。アントニーは逮捕されても自分はまた責任能力のなさから釈放されると信じていたんです。しかし手違いで釈放が延期になってしまい、絶望の末自ら命を絶つことを選んだんです。自分は罪を犯しても許される。アントニーの身勝手な人格は両親の欲望の果てに生まれたものと言わざるを得ません。いやー、もう難しいんだけどさ、アントニーのやったことはもちろん許されることじゃないけど、彼も被害者なのよね、これって。人としてね、大切なことを学ぶ機会をね、奪われたわけですよね。どん底から這い上がり理想の生活を手に入れたはずだったバーバラ・デイリー・ベイクランド。彼女はなぜ幸せになれなかったのか。夫の財力と容姿端麗な息子バーバラはこのように幸せの定義を自分以外に求めすぎたがゆえ、道を踏み外してしまったのではないかと僕は思います。